木は地元の材木屋さんとか木工所から端材を分けてもらって週に何回か取りに行ったりして、沖縄って家にストーブとかがあるような薪文化じゃないんで、あんまり薪屋さんとかがないんですよ。工房はルヴァンです。全部うちのパンは全部ルヴァンでだけですね、使ってる工房は。もともと大学生の頃、はい、21ぐらいの時に初めて働いたパン屋がベーグル専門店で。あ、そうなんですね。ちょっとベーグルは思い入れありますね。だから空港とかがないので、窯の部屋は年中あったかいんで、あそこでホイールを取って第2次発掘っていう。読谷は結構陶芸やってる人が多くて、その登り窯とかで薪使うんで、そういう人たちとコミュニケーション取ったりして薪の情報とか共有してます。でうちの窯から出る灰とかを釉薬に使ってもらったりとか、なるほど、なんか灰油っていう釉薬とか、まあなんか器に混ぜ込む人もいるんです。へえ。それまではもう畑とか庭に巻いてたんですけど、灰は、欲しい人がいるようになった。これはフォカッチャですね。これカレーリーフとコリアンダーシードとマスタードシードが。みんなもうちょっと化粧っていうかあれすると思って、もうできたと思ってすぐパン焼こうと思ってこう始めたら全然これが完成になる。このカントリーブレッド、これもその県産小麦の全粒粉を使ってる。カントリーブレッドの生地にイチジクとくるみが入ってます。
建物ってどういう案でこういう建物になったんですか？特徴あるじゃないですか。この側はもともとあって、これリノベーションなんですけど、なんかお店やるときにコンセプトとか伝えて、地域に開いていったりとか、そういうイメージを伝えていく中で、この半外みたいな空間になりました。そういうことがあって、そう。確かに開いてますもんね。もう鳥も猫も入ってくるし、雨降ってる時とか屋根の下に。もともと大学の時政治学とか社会学とか勉強してて、でまあ学生の頃にそういうなんか自家製の工房のパンとかを焼き始めたりとかするんですけど、独学で最初、その金の工房の動きとかがすごいなんか群衆っていうか人間とかの生活とか生き様とか政治とかみたいなのと似てんなみたいな気づいて、あと単純になんか薪窯で焼いて楽しいからそれをみんなに共有したいみたいなのもあるんですけどね。工房の動きとその民衆が似てるっていうのはどういうところなんですか？いろんな生活しててもなんかいろんな大小さまざまなコンフリクトとかがあるじゃないですか。なんかまあ衝突があったり、ここが行きやすいなとか、心地いいなとか、この工房の中にもまあ多分無数に菌がいて、そういう人たちが心地よいように活動していったら最終的にまあ、パンになるわけですよ。なんかわかりますかね。大丈夫ですかね。そうなんかそういう感じなんかね、だから統治しようとしてるんじゃなくて、それに寄り添って観察してるっていう感じですかね。なんていうんだろう、その国会とかで行われてる政治とかにすごい興味があったっていうか、まあそこも勉強してたんですけど、それよりはその市民とかがどのように社会を形成していくかとか意思表示していくかみたいなことに興味があって、市民運動とかそれがまあ僕の中でなんかパンと結びついた感じですかね。これ今どういう状態？これ今からかけ継ぎます。ルバン今日使う分。こっちはまた同じですか？一緒です。なんかバックアップっていうか、まあ、ちょっと小さいロットで一応仕込んで、はい、万が一こっちがあれなんてこっちからもう一回増やせる。やらかしたりするんで多分常温に出しすぎたりとかして、ちょっともう酸がすごいあれとかですね。いろいろあるんでこういうの作っとかないと。もうずっと使ってるやつなんですか？そうです。はい。もう石臼引きの全粒粉と水とちょっとだけ塩を入れて、まあ、たまに発酵がちょっと弱いなと思ったりしたらちょっときび砂糖入れたりもしますけど、基本それだけですね。
これ毎日流れるんですか？平日は毎日です。子供の頃から流れてます。流れてます。ずっとこれです。バージョンも変わらない。ちょっとだけ音質が良くなって。うせえだって喋ってる人変わらないですよ。そうです。これとかも建築士っていうか大工さんが昨日持ってきてくれて、あ、そうなんですか。薪募集中ってことにやってる知り合いの、だからいろんなこういう本当に台風の後とか庭木が折れてとかそういう人とかも全然持ってきてくれたり、そしたらちょっとパンサービスしたりはい。
ガザの本とかあるじゃないですか。はいはいこうフリーパレスチナみたいな。はいはい。ちょっとパン屋さんでこういうの見るの初めてなんですけど、なんかこれ沖縄の置かれてきた境遇みたいなものと、こういうものがやっぱりシンクロしたりというか、そういうこととかこう背景にあったりするんですか？そうありますね。で、そうですね。簡単に全く同じだとは言えないだろうけど、その人たちの大変さを考え、そういう置かれている状況から少しでも良くしたいとか良くなりたいと思って、そのためにパン焼いてるところもあるんで。読谷さんも結構基地とかってあるんですか？ありますあります。そうなんです。このすぐそこに村役場があるんですけど、はい、村役場、そこももともとは米軍に取られてた土地で返還させるためにというか、そういう交渉のあれとして役場ができた。返されていってるところもあるし、いまだにもちろん基地の読谷に陸軍とかの基地がある。なんか発酵とか気温とかでぺっちゃんこになるときもあるんですか？生地は全部連日仕込みっていうことですかね？そうですね、はい。これ何の生地ですか？これカントリーブレッドです。それで生地に対して何パーぐらいになるんですか？これは15%ぐらいです。投票行動だけが政治ではないと思ってて、もちろん投票では一人一票意思を示す機会があるんだけど、それ以外のでもこうやって自分でパン屋を営んでいることとか日頃の生活の中で社会に対して意思表示していくっていう手段は他にもいろいろあると思うので、読谷でもその基地とかあることによっていろんな問題とかいまだに起こってるんですか？まあ犯罪とかいろんな事故とか普通にうるさいですからね。米軍機が飛ぶと会話できないぐらい。そんなになるんですか？それはもう慣れるとかじゃないっす。ヘリも飛ぶし、なんていう戦闘機も飛びます。これはハラペーニョクリームチーズって言って自家製でハラペーニョを酢漬けにしてピクルスにしてあるんで、それ結構辛い。ブルーベリーとハラペーニョ。衝撃でしたよ。
衝撃でした。今までベーグル嫌いでしたから。そうなんですか。ベーグルは美味しくないものと思ってたので、美味しいベーグル屋さんあるよって聞いてきて、これうまってなってで通い始めたっていうのがきっかけですあ、大丈夫です。今ベーグルについて熱い愛を今語っているので。衝撃のベーグルだったっていう話をしました。人生で初めてベーグルが美味しいと思った場所ですっていう話で調子乗って自分で作って死にまずかったっていう本当ですか。で無理だってね美味しくなかったです。美味しかったありがとうございます。ピアスバターです。まあ、だから僕がここでパンを焼く理由とか必要性みたいなことを考えたときに、なんか究極的に言えば沖縄のパンみたいなのことですかね。なんか沖縄で採れた小麦でまだそこまでは至ってないけど、でそれをみんなに食べてもらえるようになること、目指したいことかな。気をつけていってらっしゃい。全然うちにもだからベーグルとか食べに来る。大回りしていかないといけない。そうですよね。右も左もですもんね。ここは今両方ですね。こんにちは。こういうのダメだよね、歌ったら。いや、映っといてください。映っといて。最高です。まあ直売所のですね、マルシェで、まあそれ以外も加工品とかもあります。美味しいものがいっぱい。はい、野菜の掃除2つですね。ありがとうございます。ありがとうございます。綺麗ですね。うん。